先言った焼肉ってミシュラン取ってないよねっていう話で、ミシュラン取ることがすごいのかって言われたら僕は知らないんですよ。ただ焼肉を料理に変えたいなと思ったんですよ。で焼肉なんでミシュラン取れないかっつったら、焼肉って料理じゃないよねってよく言われるじゃないですか。焼くのがお客さんなんで。数年前に初めてラーメンがミシュラン取って、けどでもラーメンなんか取れないって多分10年前15年前の人も聞くの、ラーメンはミシュランないよって思ってたのに取って、焼肉だけ本当に置いてかれたな。で、僕スタミナで勉強してこうまかない食べながらマコさんと喋るわけですよね、大将って。焼肉っていうのはお客さんが好きなタイミングで焼いて食べるのが焼肉の良さなんじゃないのと言われるんですよ。確かにそうですよね。ゆうさんも焼肉っていうのはお客さんが唯一自分のために自分の好みに調理できる料理だよって深いじゃないですか。すごい刺さるんですけど、焼肉仲間で行きました、じゃあこれってもう焼けてるとかそういう会話多いんですよ。これラーメンで例えたらこれもう湯がけてるって話ですよ。でラーメン食べに行って麺とスープは最高の用意してるよと、自分の好みで湯がいて食べてね、嫌でしょ。お寿司行ってシャリとネタは完璧だから自分の口に入るでかさで握って食べない、なんで焼肉 OK って話になって、焼肉も僕はプロが焼いたら美味しくなると思ってたんですよ。でも焼肉を焼くプロがいなかった、そこです。なので自分でしっかり考えようと思って初めてオープンしたのがこのうちという。なのでこうちょっと焼いていきますけど、自分なりの理論があるカメラのことでしゃがんでくれたんですね。そうですね。このロースターの上に顔がずっとね生えてるみたいな。ここカットしてね。自爆つけるのめんどくさいわ。どうす山ですね。ここで世界一の肉たちが育てられてる。そうですね。あ、ここログハウス見る。すごい綺麗な。絶対みんな知らないよ。スタミナ内出身なんですよね。だからそうですね。出身って言ってできないですよ、僕レベルは。じゃあなんて言ったらいいですかね、先生。マコさんに可愛がられてた。あ、可愛がられた。なんか家族連れていきなり眞子さんにお願いしに行って、ここで働きたいんです。はい、家族全員連れてきましたっつって本当に連れて。マジっすか。すげえな。家決まってないみたいな。マジっすか。でもそれ家族で行って断られたらどうするつもりだったんですか。だからそれこそ本当に一回断られたんですよ。一回断られたですけど行きましたね。通報されかねないですよ。勢いですよね。勢いです。はい。この勢い。顎出しなんですけど、これでタンを煮込んでるので、はい。魚？そうなんですよ。はい。柚子七味が入ってまして、はい、どうぞ。ほらこうよくテールとか最初ね出すやつ。顎出しなんですよ。お、全然予約取れないですかもう。あ、そうですね。新規は取ってないですか。そうなんですよ。今全然1組とか2組なんで1日なのでパンパンになっちゃってる。あ、じゃあ常連が次取って帰るって感じなんですか。常連って言っても、一応1000組ぐらいいるんですよ。そんなあんま常連絞りたくなくて、それでみんな失敗してるじゃないですか。そうですね。3ヶ月待ちぐらいにしといて、で今キャンセル大事件起きて1ヶ月ぐらいやってません。結局飯なんかそんなもんなんで、めちゃめちゃうまい寿司とか肉とか言っても別にそんなめちゃめちゃうまいわけじゃないじゃないですか。替えが利くじゃないですか。だから結局お客さんってこう散らばるので、もう1000
なっていうので、まあ母数が大きい方がねっていうなるほどね。毎月行くのしんどくなるじゃないですか、はいはいはい。 3ヶ月に1回でも。だからうちはもう基本的には1年に1回ぐらいにしてもらってます。半常連みたいな感じですね。なんか、ね。頭いいですね。そりゃそうだ。はでちょっとさっきの出して煮込んでるタンが出てきますんで、い。この場所は実家とかだったんですか？嫁の実家の近くです。ああ、そう。大倉さんのおかげでありがとうございます。上手ね。大倉さんはなんで最初知り合ったんですか？スタミナ園で、僕お客さんで、はい。ひときはやっぱり動きが違うかったんです。あそうだ働いてた時に。はい。で喋った関西。そっからです。10時間煮込んで特製のデミグラスソースかかってるってやつデミグラスソース？はい。お、柔らかい。ホロホロですね。すいません、ありがとうございます。あ、触れてない。コンペだもんね。これちょっと割るんで。バリーンで割るんでこれやつで。おもろいでしょ。すいませんね。全然笑ってない。徐々に来ます。はい、わかりました。東京はまだ笑いの文化が遅れてるから、大阪よりも。悪いとこ出てるわ。大阪ちゃうね。兵庫やめっちゃキラキラシール貼ってますけどね。これ自分でみんなこういうシール作るんですか？いや、流行ってますよね、こういうキラキラのビックリマンシール。でお店の人だったらね、なんかこう名刺代わりっていうのはあ、そう、素人が作ってるんですよ、最近。マーキングか。まあそういうことです。だよ。まあ2月9日に来ることがステータスなだけなんですよ。だんだん鼻についてきた。もうこれ単純ですよ、肉ですよね、だからね、2月9日天命の夜。肉の日。もうそれ以外ないですもんね。誕生日なんですよね。え、はいそうなんですか？そうなんですよ。すごい。肉の申し子だ。そうなんいや僕なんかまだまだっす。こっちに行くわよ。ついに大倉を見るっていう。これ上からかけるんじゃなくて特製のドレッシングもこうあえてるってやつですね。ありがとうございます。ありがとうございます。寿司朝日とともに歩んでいく。はい。すいません。はい。宣伝も入れていただいて。寿司朝日が一番うまいでしょ。いや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 。正直。こその前で。いや、いやいいじゃないですか。ありがとうございます。はい。関東の斉藤、関西の朝日。いいじゃないですかこれで。やめてくれ。やめてくれ。汗かいて。寿司職人いっぱい見てますからね。あいやねえ。お前らがや言うてましたよねお前俺らが一番や言うて。全カット全カット。これはアンチが湧く理由が分かりますよね。客観的に見ると。すごいですか、アンチが。はい。ちょっと次は一口の肉丼じゃっていくっす。はい。これ食べに全国からお客さん来てるくらいのやつ。おお、そうだ、これは。あんまりホルモンって聞かないですよね。どこの牧場なのか。うん、はいはい。はい。でこれは薄長牧場の但馬牛のホルモンなので、はい場所わかるよっていう。わかりました。絶妙にね見えないですもんね。毎回ねこうやって。今日もそうなんですけど、自分よりグルメな人たちが来ないので基本的には教えてもらってばっかりですね。いつも。まあお客さんというよりかはなんかこう一緒に10年後20年後日本一の焼肉屋になろうねって感じの。勝手に部活になって。イコさんちゃんと拾ってもらってるんで。ありがとうございます。優しいです。優しいですよ本当。うわー、おー、ホルモン。うわ、ホルモン。言い切れないですよね。そうです。そうですね。これめちゃくちゃ脂っこさが全くないですね。おー嬉しいです。ありがとうございます。すげえですよ。うまい。めっちゃ嬉しいです。タジマケット。大丈夫。油がこれすごい。油がゼラチンみたいな。本当に残んないですよね。僕なんかまだまだっす。言ってない。毎回見えないですね。ありがとうございます。
声だけ声だけがすごいそうしてますんで今一瞬入ってきた一瞬画角に入ってきた数字のところだけえらい白く何回もやってるからロースターほらこう無塩もあれば炭もあればまあいろんなあるじゃないですかでこれが正解これどれが正解ですかわかりません答えは本当ないんですけど、でもなんでしょう僕の焼肉の理論っていうのは表面をいかに早く焦がして中心温度をいかに上げないかなんですよこの2つですよ、表面をいかに早く焦がして中心温度をいかに上げないかこう矛盾してるじゃないですかってなった時に例えば焼いてて肉汁出てきません表面にジュワーッと、あれが出てきたら失敗ですよ、焼肉っていうのはあれが出てきたらお肉の中心温度が65度を超えて、コラーゲンが縮んで出てきてる肉汁、肉の汗とかって言いますけど、あれはもう失敗の証なんですよ、だからあれが出てこないように焼かないといけないということは赤外線が邪魔なんですよねなるほど中心を上げたくないのでだから炭だったらちょっと厳しいなじゃあロースターでロースターで一気に表面の温度を上げてっていうこれがステーキとかだったら分厚くなるんで赤外線いりますよね、まあ近赤外線が中に入るので近赤外線がいるんですけど焼肉って薄いのでいらないんですよ久々に真面目な話でそうなんだドキドキ嫌なんでしょ真面目な話する自分がもうかっこよすぎてでも金龍さん炭ですけどこれ回ってるんですかだからそれこそゆいさんもそうじゃないですかそうゆいさんもそうそれねカメラ回ってなかったらもっと喋るでも難しいのはどういったらいいか好きな焼肉食べたくなる日もあるんですよだからね優劣は本当につけにくいんですよね本当にでも10年後20年後に焼肉屋をオープンしようとする人が2月9日の大賞はどっち使ってたのかなって見ることはあるんじゃないですかそうですねまろやかにねまろやかにはい本当なってるみたいなんですよねアンチがいやいいじゃないですか愛されてる食スターってなってねありがとうございますワンチ湧くのが一流なんかして一流ですよ無視できない存在になってちょっと一流じゃなくて超一流なんですダメだ俺もアンチになりそうだ皆さんが一番すごいっすよやっぱ急に申し訳ない困る今ねみんな困る雑や確かに今のみんなキムチがまだ行きますもう少しお待ちくださいねお母さんもつけてたやめてください松尾のおかんねやめてくださいこれリアルです誰も聞いてこれリアルすごいチンコ見したいんだか見したくないのか分かんない本当一行さんに会いたくてやばかったっすねずっと見てましたけど大嘘でしょずっと見てました今日めっちゃ見ましたけど今日めっちゃ見たんですけどでもずっと見てました今日じゃなかった言葉がもう水素ぐらい軽いですね水素ぐらい言葉軽いな。いや嬉しいっすよねこういう本当のこうグルメな方が何回言うありがとうございます覗いてる全部隠れてるんですよねちょこちょこでもいろんな人がこうね上げてくれるんで小池さんとかねカツオミさんそうそうおじさんちょっと辛口でしあそうですかそうなんですか確かにハマってなかったもんなハマってないなーとか感じたでも関西の焼肉ってこういうことしてくれるんですよねこれいいっすよ東京なくないですかこういう辛くなく酸っぱくなくやっぱこれ甘い味付けってこっちのスタンダードなんですか僕がもっと甘くしてます水飴で水飴使はいってる甘くしてます甘い方が美味しいと思ってるんですよ九州の貝の実福島のいちご九州の貝の実と福島のいちごですここではいもみだれでそうですそここでもみ出します上からかけたってらしいですよおいくつなんです今か31なんですよ若っなのでだからね何言っても難しいっていうところありますけどそれでも
いや関係ないよ。大谷翔平がね本当ですね示してるようにねまあ僕としてもこう頑張っていこうと思いますよね。頑張ります勢いでいったわ。溜まってるかなチェックして焼いて貝の実焼くんですけど、まずこれは表面炙ります。表面炙ることによってこう肉の脂を溶かすんですよ。おう肉の脂が溶けたらもみだれ戻すと。火を入れて肉のサシを溶かしてあげないと味は染み込まないので。じゃあサシが邪魔してるんですね。そうです。なるほど、そういうことか。これで味が染み込みますから。よくないですか、いい焼肉屋さん食べに行ってタレが弾いちゃうの。もみだれでもしないとお肉でダメじゃないですか。はい。味がついてないお肉につけだれなんぼつけても美味しくないので、なるほどもみだれね。がすごい大事なんで、しっかりもみだれをこうやって表面炙って肉の脂を溶かすことによって味が染み込んでいくので、一手間ですけどこれをやってあげて、で味を染み込ませて焼くと。貝の実ってどんな特徴あるんですか？カルビの中で一番ヒレに近いヒレに近いバラ肉ですね。で焼肉で、じゃあ何が一番うまいんだって聞かれません？部位とかどこが好きとか、もう120%カルビって言った方がいいんじゃないですか。僕は貝の実が一番好き。さすがですね。だからバラ肉が一番味濃いんですよ結局。そうそうなんや。これで味が染み込んでいくと。これで焼くことによって下味がついたお肉が焼き上がります。なるほど。ちょっと明日のハムってから飲みたいですけど。うわ天才だわ俺。けどうちにつけだれ置いてないんですよ。はい。でも僕ないなと思うじゃないですか。ないですそのうちねかけだれなんですよ。お後からかけるんだと。なんでかというと、焼肉屋さん行ったらタレ舐めないですか、調味って。あれで美味しい店って焼肉焼いてつけた時に肉つける前のタレの方がうまいことが多い。あー強すぎる。あれはあれで100点で作ってる店が多いんですよ。だからお肉つけた時にお肉の脂ともみだれが混じって味が行き過ぎちゃうんですよね。なのであえてこれ未完成で作ってます。そのまま舐めても何か足りないよ。そのまま舐めても足りないけど、焼き上がったお肉かけることによって肉の脂ともみだれが足されて完成するという。タレがうますぎちゃダメなんですよね。そうですね。平田、我々最後にわかりました。すいませんね今日なんかいろいろと。すいません。あっという間に焼けるな。焼肉ってね、こういかにこうこまめにひっくり返すか。本当にひっくり返さない人たまにいますけど、なんでなんでしょうね。まあ9対1で焼けって薄い肉はってなんかみんな言ってません？なんか僕は絶対そう思いますけど、はい、なんか言ってますよね。言ってますよねあれ。真似してやってみるけどなんかどうなんだろうって思う。これからの焼肉は僕がはい頼もしい。はい、うまいという心の声がみんな漏れてる。まだ来てない。これはうまい。うわ嬉しいな。すんごい。泣くんちゃうかって泣くぞ今日。ほんまによ。嬉しいな。本物の人に来てもらって嬉しいですよ。軽いんだよ。でもこの焼き具合も本当に焼かなさすぎてもダメだし、焼きすぎてもダメだし、今の人たちって焼かなさすぎてる。ああ。このメイラード反応がいいと。そういうことです、そういうことです。めちゃくちゃうまい。これうまいんですよ。超濃厚。うわ嬉しいっすね。はいなんかトイレの消臭力までキラキラシールついてます。あみんなそれはちょっとさすがに断った方がいいんじゃないですか。僕にそんな権利ないんです。やりたいことだよ。肉とかでもメス牛がいいっていう人もいるじゃないですか。あれ分かんないっすよ。あれ日本人女性だったら誰でもいいって言うてるみたいなもんですからね。極端に言ったら。ああなるほどね。あ今この目できた。初めてしっくりきた。なるほど。だからほんまにメス信者ってめっちゃいますけど、いやいやそんなことないよって。女性でもめっちゃ美味しいのあるし。そうだ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。まあ乳白でも可愛い子いっぱい。いやいいですよ。本当におっしゃる通りで、だからメスやったらいいという考え方とかはあれは本当に薄っぺらく見えるんで言われた方がいいんですか。見た目良くても味微妙めっちゃあるし。だからいいタンが来たからよっしゃとも思いませんし、悪いお肉が来たからうわーとも思わないんですよ。何でかって言ったら、いいタンだったらこの味付け、悪いタンだったらこの味付けっていうのがやっぱりあって、
そのものによって味付けが違うんですよ。でこれどっちが好きかって言われたら僕答えれないんですよ。どっちも最高に持っていくことによってその最高はもう優越つけられないんで僕はどっちも好きなんでめっちゃプロフェッショナル噛ん大切噛んだし消臭力にキラキラシールはダメだと思うやっぱり。すいません緊張します違うこれも僕がすごいんじゃなくてお肉がすごいだけなんではい誰が焼いてもうまくできますよ。なんかもうなんかねいやうまい。うまいですよね。ありがとうございます。美味しいマグロ食べた時の感覚ですね。鼻が。道の駅あったと思うありましたね道の駅がこの辺トラックちょっと道の駅あるなと思った止まってたと思う、あそこでひたすら来るお客さんにお願いしてたんですそうなんですか。毎日1日4時間うちこういう店やるんで来てくださいと。必ずいずれか日本一になりますから。って言って、そのテンションでずっとやってたよ。道の駅でそんなこと言われたら怖いですよ。そうですよほんで道の駅の人にもうやめてくれそうなるわ。あれ最初とかとってやってたよ。あれですよ1日の4時間こうお願いします。まあ大阪ナンバーの高級車価格帯的にもそのファミリーで来るお店ではないのかなと思うんですよ。はいなのでこう近くのファミリーに言ってもあんまりしょうがないので道の駅の大阪ナンバーの高級車に1日こう4時間窓ガラスを叩きまくったら一気に予約入るんですよ。めちゃくちゃ努力臭いことやってるんですね。でそれを1日1件4時間やれば1件入るんだったらと思って7月1日に東京から帰ってきて7月29オープンだったんで30日あるんですけど、それを毎日やったらオープンの7月29日は8月埋まってたんですよ。なるほどね。すごいなそれ。だからオープンと同時に1ヶ月待ちの焼肉が完成してで食べに来てまあそれこそ高級車にばっか声をかけてるから社長ばっかり来るわけですよ、うまいなーってなって次の予約いつなのって言われて9月ですって言ったら6個予約が入ってた。なるほどね。それが30日続いてうわーなったんですよ。あ知らん意外と普通だったね。喜び方でも普通。それをねこんなこと泥臭いことして何かあったら僕がスタミナやから最後の大掃除でいいかな大将に眞子さんに言われたのがまあお前帰るけどと京味の西さんとこの前カウンターで喋ってたんだよねって眞子さんに言われてはい二人っきりで部屋で喋ったら西さんでさえ京味オープンした時に近くの駅に行って頭下げてたらしいですよ。へこれを俺がお前に言う意味分かるかって言われたんですよ、それで帰ってきてまあなんかせなあかんななんかせなあかんなとりあえず頭下げよう。なるほどね。もう緩急が消臭力ですけど。で数年後には間違いなく2月ここが一番って言われる日が絶対来るのでまあ負けることないでしょうね。はいって言ってますはいあれお化け通ったのか今。通りましたよね完全にうわうわはいタンとミノと心臓と大動脈美味しいんですけどこうタン元とタン下をちゃんと両方つけることによってまあ1枚で両方食べれるよああもう塩だれそう塩だれを揉み込んでます。揉み込んでるんですか、はい、上から普通かけるじゃないですか。じゃなくて揉み込まないと意味ないよっていう話。お少しちょっと全然つまみながらこれだけでうまいんで。これタン元とタン下をタン元とタン下がこうセットになってます。こういう切り方あんまりないですよね。ないですね。あんまりやらないですよね。俺初めてかも。確かになんかね後半戦がすごい筋やそうなんですよ。はい。全国に焼き屋さんがもう真似るんじゃないですかこれ。真似しますよね。ねカリスマなんで。揚げたら揚げるだけ食えてね。いかによく焼くかな。タンの厚みってねいろいろありますけど、これが一番美味しいでしょうねこれ一番。分厚いタンとか絶対食べないんで僕は。だって美味しくないんだもん。なんであるバスすんかね。味ないのに。豪華っぽく見えるんじあれにちょっとね切り目入れてね。何してんすか。恥ずかしいですかあれ。すげえ敵に回すな。だからタンはとかとも一緒ですよ。笑いましたよ。笑いましたよ。どこで笑った？はいこさどこで笑った？
結構さ余っていやもうこんだけジャブ打たれるともうなんかやばいでしょヒットカットと一緒ってはんこけるはもう遠僕言うあるかもしれないな。薄いのもだからどうなんすかね。だからそのね、これぐらいの厚さでしか僕食べないっすよ。自分でもし食べるんだったら食感が一番生きるんじゃないですかね。薄すぎてもそういうところがあるし、まあ確かにおっしゃったようにこう分厚いとこうわーってなるじゃないですか。あれでお客さん呼びたいと思ってないんですよね。だから僕もその全然トークとかもしょぼいじゃないですか。味で勝負してるんで今ニヤッとしたの俺見たけど結構さ見るよ一個さん本当いい人ですよねあ、じゃあ危ない危ない美味しいでしょ。食感ミノも食感ですからね。食感がいいミノを選んでます。こののははい。ホルモン系はどこのですね、基本的にこのミノ以外は四方加古川の方なんですけど、このミノは、唯一うちで、外国産で、チリミノって黒毛和牛が唯一外国産に勝てない部位と思ってます。和牛が勝つじゃないですか、外国産より。でもミノだけはこれ外国産の方がうまいです。そのなぜかって言ったら、なぜかって言ったらあれですよ、普通有名店はほとんどもう外国産使うんですよ、基本的には。なんで美味しいから、でなんでかって言ったら和牛っていうのはお肉のための餌食べるんですよ、だから胃のことなんか考えず、優しいの食べるから胃が動かないんですよ、柔らかいから。で外国産草ばっか食わされて胃が分厚くなるんですよ。胃だけね。じゃあ蜂の巣千枚ギャラもいや、あの辺は和牛の方が美味しいです。これ難しいですよ。ミノが最初だからそうそうそう。なるほどね。第一の胃袋だからいや、これまたでも難しいのが、これね、例えば米粉いくじゃないですか。あれですよ、外国産でしょ、島ショット。島ショット外国産やけど、見てくれはええけど、味は絶対に和牛の方がうまいです。これもう言うたもん勝ちなんですよ。だからこれ誰を信じるかですけどね。まあ、僕をもし信じてくれるなら、もう絶対に僕ミノ以外は和牛です。これですか？一番いいとこなんで。これうまいでしょ。うまっ。ありがとうございます。そういうのが好きなんですよ。でも僕のうちのお客で一番すごいやっぱこうなんですけどね時間かかるんですけどゆっくりやりますね。ゆっくりやります、猫っすか待ち受け。ああ、ね。サバイブみたいなことしてんじゃないですか。そんな言葉で突っ込んでくるんですよ。すごいっすよね。いいですよ、仲間で食べるっていうね、本当に楽しくいやね、無理くり盛り上げます。ありがとうございます。ハラミ。ハラミですね。すごいですか。いいですね。こんだけ。なんであんなハラミって流行ってるんですかね。みんなハラミ今いますね。もうだからみんなハラミ好きなんですよ。なんかちょっと赤身っぽいとこもあって美味しい。ちょっとあっさりしてるからなんですかね。かもしれない。だからあれですよ、僕サメ最初に言われたのは「お前ハラミが好きなんだろう?」って言われて「あ、そうです」本当に肉分かってるやつでハラミ好きなからやつ内臓じゃんっていう。カルビじゃん、カルビなんだよ。でもこれを未だに多分ね、焼肉と思ってる人いますよ。あ、そうですよね、肉だと。なのでこううちとしてもこう味があるお肉じゃないので、なんですけど美味しくするタレがちゃんとあるので、ハラミのやつがあるのでこううちは出してるんですけど。これなんでこういうサイズで焼くんですか。塊で塊で焼かないです。どこの焼肉屋さんもって大体前カットしてもみたれ。きっと効率でしょうね。だからこの一日一組の焼肉屋も効率という意味では悪いじゃないですか。自分が食べに行きたい焼肉屋をオープンしたかったんですよ。でもこれ言った時にみんなに言われたのは、それ商売じゃないよと、自己満足だよって言われたんですよ。でもそれがしたかったのでやってるんであって、こう他の店はやっぱり、ね、結局お金儲けなんですよ。まあね。だからこういう時間がかかったりとか、なるほど。これはしない。これは理想だけど他は商売として考えたらもうできないからやれないんだ。そうで、よくね、うち以外のお店もそうなんですけど、大体一組の店って今流行ってるじゃないですか、はい、みたいな時に何店舗かやりません？ああ、はいはい。こう何店舗か成功させてお金でね、集大成で一組ってやるんですけど、それよくみんなに言われたんですよ。お前なと、そんなんは何店舗か成功させて自己満足の焼肉屋をとかするのがこれは分かるけどってみんなに言われたんですけど、いや僕から言わせたんですよ。一組満足させられへんやつが10組20組満足させれないんですよ。
逆やろみんな。もう今なんかもう歌のサビみたいなもう力入ったわ。みんな逆のことをみんな言ってもそれは世の中の常でだから本当一組に満足させれたら2組3組って増やしていくのが普通なのに、でもみんなは普通のいっぱいのやつをやってから構成っていう矛盾がありますよね。まあね、本来はこれがやりたいのにできないからお金で保険かけるってやつそういうね。変えていきたいというか、ありがとうございます。皆さんのおかげでありがとうございます。朝ちょっとカリスマ振りかけておきますね。そうっすよね。こんなゆっくり焼いてね。はいあんなねそうです。中もまあ暖かいですけどねけ。どあったかかったね。そうっす。こんな赤いハラミなくなくないです見たか。ことないよ。これちょっと向こうで丼にしてみますね。つうかめっちゃ柔らかそうな。すごいですねこれね。ハラミって感じです。これはハラミ。友達がいないやつが今肉切ってます。あ、こういうこと言えますちゃんと握りながら。これ大事ですかね。味に変わるので。カリスマ振りかけるぐらいはできるかなと思う。西田さんやりますかそれ。大丈夫ですかそれ。こっそりですよ。なんで焼肉やりたいと思ったの？僕やってるしかしてこなくて、で高校野球の審判で神戸製鋼に入れてもらったんですね。で野球ばっかりだったんでずっと審判としてて、なんかでちょうど日本一になりたかったんですよ。何でもいいから。っていう時に焼肉だったらなんかまあこの人たちを抜かすっていう意味じゃなくて、ミシュラン取ってないとか、そういうのがあったから別の方向でなんか日本一になれそうやなっていうのがよぎって焼肉に目覚めました。なんでめっちゃね。適当に焼きますよ僕。他の店行けば、こんなになんか一枚一枚焼かないというか、もう適当にバーって焼いて、それも焼肉だしバーベキューも焼肉だし、本当にそれもでもやっぱ楽しめた方がいいなと思います。いろいろ確かに確かに。あんまりこうこれがとか言うて食う焼肉しんどいっすよね。ちょっと多分チュースね。はいもう中で中で。ハルさんチュース。チュー。あ、クッパの量。大かチュー。チューで。チューするんかな。今すぐびっくりしましたよね。チュースよ。一個さいきなり。チュースって言ったら。山椒。中で、いや、僕疲れたなみたいな話を聞いて、おじやっぽいですよね。天津おじクッパみたいな感じで。そうね小林くん、あと、みんなが思ってることわかったでしょ。ちょっとミルクっぽい味がそうそうそうあるなんか紅茶家電じゃないですけど。わかります。今日一盛り上がってますけどね。